こんにちは、村雲です。今回の動画は GR スープラ関連の DIY 動画であり、最近かなり本数が多くなってきましたが、ビーマーコードを用いたコーディングの内容となっており、スープラに本来存在しないエコモードを追加する方法を紹介し、実際に燃費ダモを測定してみましたので、その結果なども合わせて紹介します。それではご覧ください。まずはビーマーコードを用いたコーディングを行っていきます。詳しいコーディングの方法はこちらの動画をご覧いただき、さらにマニアックな内容についてはこちらの動画を、そしてコーディングからの復元方法に関してはこちらの動画をご覧いただけるとありがたいです。今回のコーディングの内容もかなりマニアックであり、エキスパートモードを対応するため自己責任のもと作業をお願いいたします。まずは接続先をスープラで実施し、ヘッドユニットの項目から下部のエキスパートを選択し、ご覧の項目を操作していきます。注意点として、デフォルトで異合化されているものと、そうでないものが混在していたため、復旧のためにもスクショなどを残しながら作業されることをお勧めします。ヘッドユニットでのコーディング作業を終了すると、一度接続を解除し、今度は接続先を Z4 へと変更し、作業を行っていきます。このあたりが兄弟車ならではですね。今度はボディドメインコントロールの項目の中で、デフォルトドライビングモードをエコプロインディビデュアルに設定することと、下部のエキスパートモードからご覧の項目をコーディングしていきます。デフォルトモードをエコプロにする理由としては、当然ですが、本来スープラにはエコモードが存在しないため、任意のタイミングでエコモードに切り替えることができず、エンジン始動時に無理やりエコモードから始動するようにしないといけないためです。ちなみに、ノーマルモードやスポーツモードの変更はもちろん可能であり、ドライビングモードの切り替えスイッチで行います。コーディングが成功すると、車両設定のスポーツモードスイッチの中に見慣れるエコインディビデュアル設定の項目があり、エコモード有効化の際に、どの機能に制約を設けるかのオンオフなどが設定できます。エコヒントの表示速度を操作してみましたが、うまく機能しなかったですね。有効化に関しては、これで成功であり、この後、このエコモードでの走りの感触や、燃費走行してみた際の効果のほどを確認していきます。まずは、高速道路合流時の加速を試してみました。加速時の感触としては、明確に抑えられている感覚がありましたね。約50キロからの中間加速のような状況でありましたが、アクセルを踏み込んでからのエンジンの応答やシフトダウンまでの感覚がノーマルモードと比較してもワンテンポ遅れる感覚でありました。また、おそらくですが、エコモード中はサウンドジェネレーターも無効になっていますね。高揚感としていまいちに感じてしまったのは、それが容易なような気がします。続いて、ワインディングロードである石山スカイラインを走ってみました。ここでも、先ほどの加速と同じように、アクセル操作に対するレスポンスの悪さを顕著に感じてしまいました。当たり前ですが。燃費を良くするため、なるべくシフトアップしようとする車側と、加速させたいドライバー側のちぐはぐ感が如実に現れて、笑ってしまうくらいワイディングが楽しくなかったです。これはサウンドジェネレーターが無効になっている部分もあるかと思います。やはりサウンドも重要ですね。あとはエアコンの効きがめちゃくちゃ悪くなります。これもはっきり分かった部分でしたね。車両設定の項目で登場していましたので、エアコンの出力を絞っているものと思われます。分かりきっていた頃ではありますが、エコモードは単なる画面表示で現れることだけでなく、しっかり動作していることを実感することができました。続いて、エコモードの進化である燃費について検証を行っていきます。検証方法としては、こちらの過去動画で紹介した方法と同条件である満タン法で検証し、ノーマルモードの結果と比較してみます。
まずは、仮やハイウェイオアシスにて、燃料を満タンにしておき、オドメーターをゼロにセットし、前回の検証と同じガソリンスタンドを目指して走行を開始します。燃費走行の条件としては、前回と同様、レーダークルーズコントロールを用いて、90キロの定常走行をできる限り継続し、エアコンオフ、丸閉め状態でずっと走行していきました。ご覧の通り、かなり天気のいい日であったため、秋ではありましたが、車内がかなり熱がこもり、外気よりも車内の方が暑い状態での長時間ドライブだったので、相変わらず辛かったですね。目的のガソリンスタンドに近づいてきましたが、撮影日が平日であったこともあり、高速道路上にトラックが多くあったり、また、車線規制の工事に伴う渋滞に巻き込まれたりしてしまい、完璧な検証とならなかったことを先にお伝えしておきます。さて、目的のガソリンスタンドに到着しました。早速、給油していきます。給油量は 7.5 リッタージャストとなっており、ここまでの走行距離が 149.2 キロでした。その結果、今回の燃費検証結果は約 19.9 キロでした。残念ながら20キロには到達しませんでしたが、前回記録から約1キロプラスであり、申し上げた通り、渋滞にも巻き込まれてしまったので、若干悪くなってしまったことを考えると、十分20キロもあり得たかと思います。また、シフトアップの積極的活用などを考えると、市街地走行の方がより効果としては出るかもしれません。何はともあれ、正直なところ、スープラのキャラクター性を考えると、不要な機能かと思いますが、面白いネタとして楽しんでいただければ幸いです。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも、新型車の情報や、愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。